僕が1年目にね、作ってた作品がどんなのだったか紹介していきますね。ほんとこっからのスタートだからね。で、ほんと朝起きて、食事入浴以外の時間、寝るまでの時間はね、本当に全てこの作品作りに当ててました。これはね、めっちゃくちゃ自信になった。本当に。はい、お疲れ様です。西田舞の北川です。今日もね、フェルト教室始めていきたいと思います。今回はね、僕がフェルト始めて1年目の頃、その頃にね、作ってた作品をね、ちょっとね、紹介したいと思います。で、これなぜ紹介したいかっていうと、みんなね、最初の頃ってさ、やっぱりなかなかうまく作れないから、例えばね、教室通うのにももっと上手くなってからとか言う人多いんだけれども、なんていうかな、最初うまく作れない時ってなんかちょっと恥ずかしかったりするじゃない。だから販売するのもちょっとためらっちゃったりするし、人前にね、出すのもためらっちゃったりすることあると思うんだけど、でも、誰もが最初のスタートってそこからスタートするから、で、それって何もさ、隠したり恥ずかしがったりする必要なく、今自分にできるすごい最高のものを作ってるんだから、どんどん出していった方がいいよ。というわけでね、せっかくの機会なんでね、過去作品見てもらって、ね、こんな感じのスタートだったんだよっていうのをね、ちょっと参考にしてもらえればいいかなって思います。はい、じゃあね、1年目に作った作品、こんな感じだったよっていうのをね、ちょっとね、見てってもらいます。で、これ見てね、ちょっと勇気出してもらえればなと思います。はい、それじゃあ行きます。はい、それじゃあね、僕が1年目にね、作ってた作品がどんなのだったか紹介していきますね。で、今画面に映ってるのが、これ何度かね、紹介したことがあるんだけども、これ、僕が初めて作った処女作です。本当にフェルトのことをその日たまたまネットで調べてたら、こんなのあるんだって興味持って、なんかすごい作りたくなって、そのままね、買い物に行って、で、フェルトキットっていうのを見つけて、これね、今画面に映ってる。これ見たことある人もいると思うんだけど、これを買ってきてすぐ作ってみたの。で、これがね、すごい衝撃的な出来事になって、気づいたらね、5時間ぶっ通しでね、休憩全くなし。5時間ぶっ通しで集中して作った作品がこれなんだよね。全然ね、今見たら見本とは全く違う形なんだけど、でも、作品が作れたことがすごいんじゃなくて、5時間集中して作ってたっていうことが僕にとっては衝撃で、なかなかないじゃない。本当に自分がね、好きな、例えば僕だったらバイクとか好きだから、バイクとかいじり始めたら本当にずっといじってるし、スキーやってた頃だったらもうスキーの練習してたら本当休憩なしでもう何時間も一人で黙々と滑ったりするんだけど、まさかね、初めてやるこのフェルトでこんなに集中すると思ってなくて、それがね、ちょっと衝撃だったんだよね。で、この経験があったから、この体験があったから、あ、これは僕に多分すごく合ってるぞって思ったんだよね。直感的に。なかなかないじゃない。何時間も気づけば集中していたっていうようなことね。で、この感覚は大事にしようって思った作品です。で、これはね、後日ね、ヤフオクで売るんだけどね、100円で売れました。だけど、この100円っていうのが、たかが100円だよ。だけどね、僕にとってはね、めちゃくちゃ大きな100円。まさにね、この今、ね、ハンドメイドで起業、羊毛フェルトで起業してね、これを仕事にして、今やれてるけど、まさにその第一歩。このたかが100円なんだけど、僕にとってはめちゃくちゃ価値のある100円だった。本当に。そこからね、本当にスタートでした。はい。でね、2作品目がね、なぜか説明書読んでフェルトキットを作ったのに、素材が余ったから、この余ったものをね、作ったのがこれ。もうなんかね、植毛してんだかなんだかよくわかんない、貼り付けなんだかね、もうぐっちゃぐちゃの状態だけどね、でもこんな感じです。で、次ね、じゃあ本格的にもっと作ってみようと思って、今度はね、本を買いに行ったんです。で、買った本がこれ。佐藤芳節先生の本ね。で、この本を選んだのは、やっぱりこの羊毛フェルトやってる人って多分女の人が多いんだろうなってね、思ってたんだけど、本買いに行ったらさ、男性の方だと思って、男性のプロの人がいるんだと思って嬉しくなって、で、もうぜひこの人を見本に作ろうと思って、真似しようと思って買わせていただいて、で、これをね、勉強して見ながら作る作品をね。で、当時僕はもう仕事を辞めているから、もう本当にね、すべての時間をここに集中して、絶対にこのフェルトっていうのをものにしてやろうっていう強い思いがあって、
これどんなに時間がかかってもいいから、だってこの時無職だからね、他にやることないし、もうめちゃくちゃ真剣にやってやろうと思って作ったのね。で、ほんと朝起きて食事入浴以外の時間、寝るまでの時間はね、本当に全てこの作品作りに当ててました。で、容量まだ全然わかんないからすっごい時間かかるんだけど、めちゃくちゃ頑張って作った作品がこれです。これはね、すごくないですけど、僕フェルト始めてこれまだ1週間目ぐらいですからね。これはね、めっちゃくちゃ自信になった。本当に。で、これ、比較写真がこれなんだけど、今思ったらすっごい生意気なこと言っちゃうんだけど、当時はね、もう、こんな本を、書籍を出すようなすごい先生と変わんないくらいのレベルのやつが、フェルト始めて1週間、2週間くらいの僕が作れるじゃん。僕絶対プロでやっていけるぜってね、天才じゃねって、もうすごくいい勘違いを当時することができて、でね、本当に、これはね、自信になって絶対これを極めてやろうっていうかね、仕事にしてやろうって思った作品です。それをね、きっかけを与えてくれた佐藤ホッセス先生の本です。もうこれは本当に思い入れのある作品ですね。はい。だから僕が言いたいのは、これすごいでしょっていうことを言いたいんじゃなくて、そうやってみんなもね、作品作りたくさんしてると思うね。期間はそれぞれ個人個人違うと思うけど、で、その中で絶対にこれ今の自分の実力じゃちょっと無理じゃないかなって思って、やりたくないなってちょっとね思うくらいの作品でも、ちょっと一回ね、なんとかしてこいつものにしてやるぜっていうぐらいの気持ちで、ほんとね、集中してね、一つでもいいからね、取り組んでみてほしいのね。そうやって作った作品で得られるものって、めちゃくちゃいっぱいあるよ。たくさんの技術を知ることができるし、たくさんね、自分がその中で成長していくことを感じられるし、ほんとめちゃくちゃスキルアップにつながるから、ぜひね、一作品だけでいいから、めちゃくちゃ集中して絶対に作ってやるっていう難しい作品に挑戦してほしいんだよね。それをね、伝えたいんだよね。めちゃくちゃ本当にレベル上がるから、そんな作品をぜひね、作ってみてください。機会があったら。で、これはね、これはね、フェルトじゃないです。これみんな知ってます？ビッグフットってわかる？アメリカに生息してるって言われてるさ、アメリカだったかな？カナダだっけ？ね、体長3メートル、3メートルとか、なんかそれぐらいある、ほら。二足歩行をする、人間のような動きをするゴリラ。ビッグフット。これね、映像でさ、歩いてきてこう、くるって振り返ってね、カメラ目線になるんだけど、これすごい有名なね、未確認生物のね、やつなんだけど、当時ね、これね、今これなぜ見せたかっていうと、これフェルトで僕が作ったやつ。これをね、真似してね、作ってました。で、こんな風にね、遊びでね、作るのも楽しいよね。これ当時ね、僕ブログ書いてて、で、ブログ記事にしてて、まあ、こんな見出しで。当時ね、山奥のログハウス、別荘地にログハウス買って、もうちっちゃくてボロいログハウスだったんで、それ買って、そこでね、本当人生の再スタートだって思って、その小さなね、本当山小屋で、アトリエにしてフェルトを始めたんだよね。で、その時ってほら無職だから、いろいろね、本当に、こういう遊びも兼ねてフェルトとかをね、やってました。で、僕が言いたいのはね、こうやってこれもね、本当遊びの中でいろいろたくさん作ったんだけど、やっぱり、楽しく作るっていうのが原点じゃない。ものづくりって。もう自分がとにかく作ってるのが楽しい。これなんか作ってみたいって思って、もう本当に、そういう風に楽しみながら作ること。それをね、やれると、すごく、楽しみながら技術も上がっていくから、もうそこをね、忘れないでほしいんだよね。どうしても、ほら、僕のね、YouTube を見ながら、レッスン動画なんか見ながらね、みんな作ったりしてくれてると思うんだけども、やっぱりああいうものがあるとさ、どうしてもうまく作らなきゃっていう感覚に陥っちゃうじゃない。でもそれはね、やめてほしいんだよね。ああいうレッスン動画は、まあ、あくまでも一つのね、参考にしてもらうのはいいんだけども、その中で楽しみながら作ってほしいの。うまくできないからって、なんでうまくできないんだろうって悩まずに、とにかくね、うまくいかないなと思っても、続けてね、最後まで作ってみるっていうことをやってほしいよね。なんか途中でさ、やめてもう一回やり直しとかって言ったら楽しくないじゃない。とにかくね、
失敗することすら楽しみながら作ってほしいのね。で、失敗することってさ、失敗じゃないんだよね。失敗して、もう嫌だってやめちゃったらそれは失敗。でも、うまくいかないことって、成功するために必要な要素だから、だって失敗しないと上達しないんだから、上達するためには失敗は絶対しなきゃダメなんだよ。つきものなんだよ。だけどみんなその絶対に必要で、ね、失敗の経験ができてんのに、そこで落ち込んじゃうのね。落ち込んじゃダメなの。失敗したっていうことは、これからすげえ上手くなる前兆なんだから、そこ楽しまないと、なんかワクワクして作ってほしいんだよね。まあちょっとね、そんな風に楽しみながら作るってことを忘れないでほしいかな。だからこの頃はね、めっちゃ楽しみながら作ってました。で、最初ほんと、説明書ね、先生の本とか読んだりとかさ、フェルトキットの説明書とかがあると、ある程度しっかり作れるんだけど、何もないとこんなんだったからね。僕、今でこそね、ちゃんとね、オーダーでさ、すごい高い金額でやらせてもらってるけど、ほんとこっからのスタートだからね。自信つくでしょ、これ見たらね。でも、その中で楽しみながら、たくさんやったから、どんどん技術が上がっていったよっていうところ。で、これはね、何の画像かっていうと、自分で目を作ってみようと思って、市販の目じゃなくてね、レジンで作ってみようと思って、レジンを買ってきて固めてる画像なんだけど、この時ね、レジンライトなんてあるものが知らないから、レジン100均で買ってきて、こうやってパレットとかに垂らして、紫外線で固まるっていうのを知ってたから、太陽の日の元に置いて固めてたりしたんだからね。もうそんなね、ほんと、わけのわからないことをね、いろいろやりながらね、やってました。はい。でね、次の作品。これはね、スキーのバイトに行ってからのね、作った作品になるんだけど、ちょっとね、長くなっちゃうので、今日はね、ここまでにしたいと思います。こっからはね、実際にこれから先ね、僕のオーダーにつながっていく、結構リアルな話になってくるので、これはね、ちょっと次回話したいと思います。はい、というわけでね、今回ね、紹介したのは、ほんと初期の頃、始めて1ヶ月くらいにね、作った作品のね、話をさせてもらったんだけどね、次回ね、実際にスキーのバイトに行ってから、本当に今のオーダーにつながるような流れができてくるんだけど、そこでね、やったこともすごく大きなことなので、それはね、また次回話したいと思います。とにかくね、今回の動画で伝えたいのは、どこかで集中的にただ作品を作ってね、楽しくやるっていうのは大事なんだけども、その中でも、どこかで、今の自分じゃ絶対にちょっと難しくて、ちょっとやりたくないなぐらい思うくらいの、そういう作品にぜひね、一回ね、挑戦してほしいので、それを絶対に諦めずに、最後まで作り上げてほしいのね。諦めずに。で、そうやってめっちゃくちゃ集中して作品作ったら、それがうまくできようが、うまくなかろうが関係ないから、そうやって全てを注ぎ込んでチャレンジした作品から得られるものっていうのは、たくさんの失敗を学べるし、たくさんの成功も学べるし、とにかくね、その作品で得られる経験値っていうのは、普通に作ってたら10作品くらい作らなきゃ得られないぐらいのものをたった一作品でね、得ることができるから、ぜひね、そういう風に機会があればね、何かこう難しいものにチャレンジしてね、ぜひね、作り上げてください。そうやるとね、ほんとめちゃくちゃ成長するから、本当にそれをね、やってみてください。はい、そんなところです。まあこんなところでね、僕のこの動画はね、本当にこれから作家を目指す人とか、今ね、長年ね、フェルトやってるけど、もっともっと上手くなりたいとかね、思ってる人、そういう人がね、こうやって技術的なことだったりとか、本当作家でやっていくために、必要だったこと、僕が今勉強していることとかも、そういうのをね、どんどん発信してるチャンネルなので、今回ね、初めて見た人がいたらね、ためになったなと思ったらね、ぜひね、チャンネル登録してね、見てもらえればいいかなと思います。何かしらね、役に立つことがあると思うので、これはね、ほんとね、僕の動画を利用してもらって、そして自分のね、スキルアップにね、ぜひね、本当につなげてほしいんだよね。で、まあ、そういったね、人を一人でもね、多く増やせると、きっとね、この業界が今も盛り上がってるけど、さらにもっともっと盛り上がるし、もっともっとすごい作家さんがたくさん出てくるし、生まれてくるしね。で、その中で、うちの子オーダーをやれるぐらいの作家さんがどんどん生まれてきたらね、ペットロスで苦しんでる人を助けれる人がたくさんできるわけだし、で、そして何よりも本当この業界、ハンドメイドっていう世界で
食べていけるっていう人がどんどん出てくるとさ、仕事の一つとしてね、選択肢が増えるじゃない。好きなことで食べていけるっていうことが選べる人がね、もっと増えるじゃない。本当にいいことだと思うからね、ぜひね、みんなは本当このチャンネルすごく応援してほしいし、僕はそういう世界を作りたくて今一生懸命発信してるんでね、ぜひみんなの協力が必要なのでね、ぜひね、チャンネル登録してね、一緒にね、このチャンネル育ててあげてください。はい、そんなところです。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルは羊毛フェルト作家を仕事にして生計を立てている僕が、フェルト作家を目指している人やもっとスキルアップしたい人、そんな人に向けてリアルな作品の作り方だけではなく、誰も教えてくれない作家になるために必要な考え方、そういったことを発信しているチャンネルです。ぜひね、自分のスキルアップのためにチャンネル登録して活用してください。あと、公式 LINE もやっています。この公式 LINE に登録してくれた方にだけ、僕がやるオンラインレッスンなどの案内が届きます。僕から学んでみたいと思う方は、ぜひね、LINE 登録をお願いします。概要欄にリンクが貼ってあります。そこから登録してください。